ローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、業務連絡からになります。昨日発表した視聴者プレゼントの当選者の中で、922万5173のアカウント ID が存在しませんと表示されました。そこで、今回はカーク信者の一存で、アカウント ID922万5173に送付する予定だったプレゼントを、1139万4559さんへ送付しましたので、そのことを皆様へお知らせします。なぜ当選者発表の時点で無効 ID に気づかなかったかというと、カーク信者が当選者の抽選をする際に公平性を重んじていることから、当選者の抽選ボタンを絶対に1回しか押さないと決めているからです。ですので、動画制作前に無効 ID かどうかをチェックするタイミングが一切なく、実際に当選者へ視聴者プレゼントを送信する時点になって、無効 ID が判明してしまったのです。しかしながら、視聴者プレゼントの抽選の様子を録画している都合もあり、録画をやり直すとなると、他の2人の当選者に不利益になるので、こういった措置をとっています。何卒、抽選における透明性と公平性を維持する観点から、無効 ID が発生した際の対処の仕方は、カーク信者に一存していただくしかありません。司会者一任、異議なし。はい、ただいま、会場から司会者へ一任するとの声が上がりましたので、この議案は決議されました。ありがとうございます。さて、今回の動画では、昨日の動画でお伝えした超大型イベント攻略について、改めて補足説明をしたいと思います。今回の動画では、いかにして少ないエメラルド消費で、1万8000エナジーをサマーフェスティバル期間中に消費するかについてお話をします。こちらの画像が示すように、サマーフェスティバルとお化け祭りでは、7日間のイベント開催期間中に1万8000エナジーを消費することで、エナジー消費のイベントタスクを完全制覇することができます。3日間開催の週末イベントにも、1万5000エナジーを消費するイベントタスクがありますが、この場合は多くのエメラルドを使用する前提のイベントなので、多くのゲームユーザーはエナジー消費のイベントタスクの達成を諦めています。しかしながら、6月、10月、12月に開催される超大型イベントの時だけは、低予算プレイヤーでもエナジー消費のイベントタスクを達成可能なので、ぜひ、超大型イベント開催の1ヶ月前から、エナジーの備蓄に励むべきなのです。こちらの画像は1日に獲得可能なエナジーを一覧表にしたものですが、無料で得られる1日あたりのエナジーは、420エナジーになります。超大型イベントは7日間開催なので、420エナジー ×7 日間イコール、2940エナジーとなり、イベント期間中に必要な1万8000エナジーから2940エナジーを引くと、残りは1万5060エナジーになります。問題点として、この1万5060エナジーを獲得するためにエメラルドを使用するわけですが、メール形式で受け取るエナジーと、毎日3箱もらえるプラチナの箱を備蓄することにより使用するエメラルドの量を減らすことが可能になります。プラチナの箱を開封した際に、250エナジーが当選する確率は約 4% なので、イベント最終日までにプラチナの箱を120箱ほど備蓄できていれば、120箱 ×4%×250 エナジーイコール、1200エナジーを備蓄している計算になります。また、メール形式で不定期にもらえるエナジーは、毎週500エナジー以上あるので、これもイベント開始までに最低でも2000エナジーほど備蓄できると思われます。これ以外にも、不定期にもらえる青箱を開封した際に、エナジーボトルに当選することもあるので、エナジーボトルも使わずに備蓄します。ここまで述べた備蓄戦略を実行すれば、最低でも6140エナジーを備蓄可能なので、エメラルドで獲得すべきエナジーは、約1万2000エナジーということになります。
エメラルドの4倍セールで1200円分のエメラルドを購入すれば、約9000エメラルドを獲得できるので、あとはこのエメラルドを使用してエナジーを購入すれば、1万8000エナジー消費のイベントタスクを低予算で完全制覇することができるのです。ギルドレイドが始まってから、毎週無料でもらえるエメラルドが増えたので、それらを備蓄すれば、わずかですがエメラルドも備蓄が可能です。あとは、気合を入れてアリーナで上位に食い込んで、エメラルドの報酬を少しでも多くもらうことかな？どうしてもエメラルドを購入できない、購入したくないという人におすすめなのは、ヒーローのソウルストーンに関する備蓄戦略となります。的用紙か人形を未開封で備蓄しつつ、アリーナコインやタワーコインなどの各種コインを備蓄すれば、お金を一切使うことなくイベントタスクを完全制覇することが可能になります。また、各種コインショップでコインを使用してヒーローのソウルストーンを収集する場合でも、すでにアブソルートスターを獲得しているヒーローのソウルストーンを購入した場合は、各種コインをソウルショップコインに変換するだけなので、事実上、各種コインを減らすことなくヒーローのソウルストーンを獲得できます。ここまでの話をまとめるよ。来月開催されるサマーフェスティバルと10月に開催されるハロウィーンイベントは、ヒーローのソウルストーンとスキンストーンを大量に獲得可能な大盤振る舞いのイベントになります。これらのイベントを未経験の方もおられると思いますが、この2つのイベントと年末年始に開催される冬祭りは、ヒーローウォーズの3大イベントなので、是が非でも万全の準備でイベント初日を迎えられるように頑張ってください。カーク信者も今年のサマーフェスティバルでは、1200円分のエメラルドを購入して、イベントを堪能する計画なので、今から来月のサマーフェスティバルが楽しみで仕方ありません。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。